こんにちは、インクレディブルーのグミです。今日は、フェイクレザーですね。紙をレザーっぽく見せるテクニックをご紹介していきます。こちらはだいぶ前、2015、6年ぐらいだったかな、ワークショップをしたんですけれども、それから新しいエンボスフォルダーが出たり、メディウムが出たりしているので、またちょっとチャレンジしてみました。それでいいなと思ったテクニックをご紹介します。で、こちらが、艶消しの方になります。ですね。このように。すごく柔らかいです。紙をまず柔らかくする方法をご紹介してから着色していくんですが、本当に柔らかくてもう本当に皮のようにした、もう手触りも皮のようになってます。で、艶消しもすごくいい感じになってますね。で、こちらは艶がある方ですね。艶がある方がちょっと皮っぽく見えやすいかなと思います、画像では。でですね、こういう細かいちょっと模様の入れ方などもご紹介していきます。こんな感じですね。どちらがお好みでしょうか。それではやっていきます。まずはじめにこの紙を皮のように柔らかくしていきたいので、そのために、こちらのお水なんですけれど、このお水には、グリセリンと水を混ぜたものが入っています。グリセリン1に対して、お水を6の割合で入れたものを使っていきます。グリセリンを紙に含ませることによって保湿成分が入って紙が柔らかくなるんですね。それではやっていきます。紙の上にまずびしゃびしゃになるほどかけてください。そして手でなじませていきます。下には濡れてもいいものを敷いておきましょうね。で、裏側にひっくり返したらもう一回かけます。たっぷりかけて保湿してあげてください。こう染み込むようによく手でなじませましょう。そうすると紙が柔らかくなっていきます。水を含ませるだけでも柔らかくなるんですけれど、乾いた後紙はまた硬くなります。でもこのグリセリン液だと乾いた後も柔らかいままになります。これくしゃくしゃにクランプリングしてください。開いては閉じてという感じでくしゃくしゃにして柔らかくしていきましょう。残ってる液もしっかりと染み込ませてくしゃくしゃにしていきます。柔らかいので破かないように注意しましょう。これぐらい、はい、これを乾かします。お天気がいいのでとてもよく乾きました。これを着色していくんですが、これからこのようなテクスチャーをつけていこうと思います。これは、エンボスフォルダーを使ってます。3D エンボスフォルダー、これティム・ホルツとシジクスから出ている、ブラックドレダーという模様です。こちらに、上側になりますね。この紙を使っていきますね。こちら側挟んだ時に上に来る側に、今日はブリリアンスの白を使ってちょっと分かりやすいようにつけていきますが、皆さんは、例えばこれだったらもうちょっと暗めの茶色を入れたりとかしてみてください。こういう模様を入れたくない場合は省いてもらってもいい作業です。
ちらブリリアンスをしっかり隙間なくブレイヤーにつけていきます。ムラなくつけますね、端っこまで。でなるべく端の方にインクが乗らないようにこれを押し付けながら回してつけていきます。ちょっとこう回しながら動かしていくとこの辺のちょっと縦じわが馴染んでいくかと思います。もう少し小さいブレイヤーをお持ちの方は使ってくださいね。ちょっと端っこが汚れてるので拭いておきます。そしてこれをマシンの中に入れていきます。挟んでいいですね。これ少し斜めに入れた方が、ここからはみ出ないように斜めに入れた方がマシンが入っていきます。これですね。厚さはご自分で調節してください。1回、2回。もう一度往復します。このように模様がつきました。感じですね。そして次にもう一度模様をつけていきます。今日はこちら新しく出た 3D テクスチャーフェイドのエイコンズを使っていきます。とってもどんぐりが可愛い素敵な模様です。こちらに挟んでいきます。同じ位置に合うように挟みましょう。ちょっと曲がってたかな。こんな感じになりました。どうでしょう。ちょっと白っぽい模様が見えてるかと思います。先ほどのこれを、ディストレスインクですとかメメントのダイインクを使って上から着色していきます。どちらでもお持ちのものでお色も好きな色で着色してください。この出っ張っている部分ですね。浮き上がっている部分を中心に塗っていってください。滑らせるように塗っていきましょう。とっても可愛らしい模様ですね。このエイコンどんぐりがとっても可愛いです。柔らかいのですごくぐにゃっとしてしまいますね。皮のようになっているので。よいしょ。で少し濃いめのインクも足していきましょう。ここにこちら先ほどラスティヒンジの上にヴィンテージフォト、ちょっと濃いかな。ヴィンテージフォトを足していきます。あと軽く全体もさーっと流しましょう。
端っこの方を少し暗めにしてもいいかと思います。使い古した感じにしたい場合は端っこの方をちょっと影を入れていくとヴィンテージ感が出るかと思います。はい、このようになりました。どうですかね。インクが乾いたらこの上にマイクログレーズを塗っていきます。最後にジェルメディウムで仕上げるんですけれど、ジェルメディウムをここで塗ってしまうと水性インクと水性のジェルメディウムなのでインクが溶けてしまうんですね、せっかく塗ったものが。なのでその間にこのマイクログレーズの油性のワックスを足していきます。もし一番最初のこの着色ですね、こちらをクレアですとか油性のインクを使っていただいたらこちらの作業は省いていただいて、もう仕上げのジェルメディウムを塗っていただいてもいいと思います。これを、はい、ここにつけていきます。こんな感じですね。そして塗っていきます。多少の色落ちはあるんですけれども、油性インクほどではないです。なるべく隙間なく塗っていきます。ワックスを塗ると明るくなりますよね。このグレーズを塗っていくと色が濃くなってすごく発色が良くなります。出っ張っているところにしっかりとワックスを入れ込んであげた方がいいです。はい、このようになりました。発色よく、もうこの時点で艶消しの状態で終わりにしたい場合はここで終わっていただいても結構です。もし見た目やはりちょっと艶がある方が皮っぽく、例えばこういう感じですね、皮っぽく仕上がるんですけどですね、艶ありと艶消しですね。なのでこの時点で終わりにしていただいてもいいです。お好みでやめてください。ワックスを布などで上からもう一度拭いてあげてください。しっかりと均一になるように伸ばしましょう。部分的にドロッとくっついている場合があるので、しっかり布で拭いてあげてください。本当に本物の皮っぽくなってきました。どうでしょう。艶消しでこの時点で終わりにしても構いません。これから、ジェルメディウムを塗っていきます。ジェルメディウムで仕上げていきますが、ジェルメディウムお持ちでない場合はデコパージュのりですとかモットポッチなどでも構いません。同じ仕上がりになります。以前はステイゾンコートを使ったりしていたんですが、ステイゾンコートが最近ちょっとビシャビシャして同じ効果が得られなくなったので、ちょっとコート剤は使ってないです。はい、上から塗っていきます。こちらも多少色落ちはやはりしてしまうんですが、それほど気にならない程度です。はい、隙間なく塗っていきます。艶消しがお好みの方はこれを省いていただいても結構です。
このように艶っぽい革に仕上がりました。どうですか？急ぐ方は、ドライヤーのクールで乾かしてください。ヒーターは使うとちょっとメディウムや先ほどのグレイズにあまり良くないので、ドライヤーのクールを使って乾かしてください。最初に入れたこのクラックドレザーの模様ですね。このような模様が仕上げるとこういう感じで、それほど目立たないんですが、しっかりと模様が入ってちょうどいい感じになります。こちらもどうですかね、見えますかね。この模様がなくてもいい方はこの作業を省いていただいて大丈夫です。このように省いていただいて大丈夫です。ツヤ消しがいい人はツヤ消しですかね。ツヤ消し、ツヤありですね。ツヤあり、ツヤ消し、どちらがお好みですかね。はい、では出来上がったどちらがお好みですかね。このような細かい模様はなくても十分革っぽい仕上がりになっているかと思います。お好みでこのクラックドレザーの模様を入れていただくといいかと思います。これはなし、あり。比べてみてどうですかね。どちらがお好みですか？はい、これも入ってますね。この辺は入れてないですが、つるっとした皮に見えますね。本当にもうこんな感じで柔らかい仕上がりになってます。こちらはつや消しの方です。こちらも柔らかく仕上がってます。どちらがお好みでしょうか。ぜひ皆さんやってみてください。今日はこの辺で失礼します。最後までご視聴くださりありがとうございました。